海に潜った瞬間、異変はすぐに感じた。魚が異常にカラフルすぎるのだ。さて早速見ていきましょう。これ結構衝撃ですよ。これみんな注目してほしいのが、同じ形をした黄色いのと黒いのと灰色のがいるんですよ。驚くことにこれ全部同じ魚なんですよ。さらに言えば黄色と白が半々の個体はアルビノと黄色の交配種の可能性もあるんですよ。今度は灰色のがいっぱい来ましたね。これがノーマルの色なんですよ。で、黄色のはメラニンが少なくて黄色くなってるんですけど、他の海ではですね、黄色いとすぐに天敵にね殺されてしまうんで、他の場所ではこんだけ黄色い個体が生き残ってることってありえないんですよ。ちなみに海底にね取った霞アジをね置いてるんですけども、こうやって下にね魚を置いてますと、コクハンアラなどの旗系の魚が出てくるんですよ。よし、出てきた。50センチぐらいのコクハンアラや。これねちっちゃく見えるけど50センチはあるからね。さてお次は黄色い個体よりもはるかに珍しい半アルビノ個体が出てきました。めっちゃ美しいね。イスズミはですね好奇心が旺盛でして、正直手で触れますね。で、なんで半アルビノって言ったかというと、目が赤くないんですね。ちなみにこいつもね結構でかくてね3キロぐらいあります。ここにはね1匹しかいなかったんですけど、群れてる場所にはですね30匹ぐらいいっぱい群れてましたね。さてそろそろ魚を狙っていくんですけども、オオカ個体めちゃくちゃ多いよね。ちなみに小笠原はねいろんな生物が独自の進化を遂げてるんだよね。なんでもしかしたらこのミナミイスズミも進化の途中なのかもしれません。進化の途中が見れてるかもしれないってめちゃくちゃロマンあるくない？で、なんで今回ね笛台を選んだかと言いますと、イスズミがいる場所と石垣台がいる場所と笛台がいる場所、これ一緒なんですよね。さて潜行開始。いやこれ何回見ても綺麗やな。画面中央上部の笛台を狙っています。当たるか？ヒットならずと。ここは黒色のイスズミが多いですね。なぜか。なんでなんでしょうね。もう一回狙いに行くも当たるか？ヒットならずと。さてそろそろ笛台を取りたいところ。勝る視点を見ていきましょう。ちなみにねすでに森が折れてるんですよね。なんでこの折れてる方向と垂直に魚を刺さないと笛台を貫通させることはできません。射程に入ってからさらに森の角度を調整する必要があります。これが取れたら奇跡。なんとか取れてくれ。潜行開始。笛台は真下にいます。黄色い尻尾のお魚ですね。うわ、イスズミ邪魔だな。徐々に距離を詰めていきますが、ちょっとずつ距離を離されていきます。あ、近づいて来ないんかい。近づいてきてくれ。お、近づいてきました。角度もいい。ヒット。いや、これはマジでね自分でも驚きました。コクハンアラとかもあるけど、今回のマジでハイライトですね。はい。さて血抜きと脳天締めをしていきます。いやーこれもね結構立派なサイズです。4キロぐらいありそうですね。手元で見ると結構でかいでしょう。というわけでキッチンに向かいます。はい、ということで戻ってきました。今回ね実は笛台を手掘りでつくの初めてなの。今回潜ったのは人が入ったことないような場所で、笛台たちも人間を見たことないわけ。本来の地球だったら魚ってこんなになんかビクビク泳いでないんだって思って、魚つきやってる身としてはねちょっと心苦しくなりましたけども、いやまさかこんな簡単に笛台が取れるとはね。というわけでですね、早速笛台の観察からやっていきましょう。はい、こちらが笛台の全体像ですね。大きさはだいたい4キロぐらいで、顔とかが白くなってるのはですね腐敗というわけではなくて、真水の氷につけてますと浸透圧でですねここに水がね入っていってしまうんですよ。それで白くなります。白くなるけど別に味
は変わんないから気にしないで大丈夫。ただ腐ってるやつもここ白くなるから、みんな選ぶときは気をつけて。笛台はですね、各地でいろんな名称があるんですけども、正式名称、標準和名って言うんですけど、標準和名は笛台。結構有名な呼び方としては、渋台って呼ばれてます。もしくは、ここに白い点があるのが特徴なんで、白点って呼ばれてたりします。そしてですね、これお腹、なんかパンパンだな。この中がね、面白くて、笛台ね、こんなオレンジ色してますけど、内臓脂肪がですね、オレンジ色なんですよ。多分あんま見たことないんじゃないかな。オレンジ色の脂肪を見ることができます。はい。で、今日はですね、笛台何にするかと言いますと、生ハムを作っていこうと思います。笛台で生ハムってさ、豪華すぎない？もう絶対美味しいよね。で、生ハムを作るときはソミュール液っていうものを作らなきゃいけなくて、まずはソミュール液から作っていきます。そしたらですね、こちらソミュール液の材料でございます。セロリ、潰したニンニク、唐辛子、ローリエ、人参1かけら。これ普通の塩じゃなくて岩塩がいいらしい。岩塩、砂糖をブラックペッパーと、これがね 500ml でございます。で、ここにねどんどんね入れていきます。まず 500ml の水、唐辛子、ローリエ、人参、岩塩です。こんだけ入れたら辛いっしょ。そしてなんと砂糖少々じゃないね、代々だね。そしてセロリ、俺動画で使ったの初めてなんじゃないかな。俺セロリ使ったことないよね、みんな。そしてニンニクをぶちかます。で、これをですね数分茹でて煮詰めていきます。なんか俺もオロチンユさんみたいにチャカメカファイヤーパロディしたくなったわ。カトン豪華滅却。これで常人がいっぱい倒せたんだよね。これ毎回カトン豪華滅却しようかな。うるさいって言われてた。今回ね生ハム作ってるじゃないですか。で、最初ね俺マグロで生ハムを作ろうと思ったんですよ。ただね、なんかね、マグロの生ハムって3日目ぐらいまではすごい身も綺麗だし美味しいんだけど、なんか4日目ぐらいからなんか黒ずんできて、で匂いもね出てくるから、どうしたもんかなと思って試作品をねずっと作ってたら、うわ3日ぐらい放置してる生ハムがあるわと思って取り行ったら、そしたらなんか意外とうまそうなのができてて、それ食べてみたんですよ。そしたらめちゃくちゃうまくて、これジャーキーがいいなって、これジャーキーが絶対うまいってなって、そっからジャーキーの開発が始まったんですよ。たまたま生ハムを放置してたからマグロジャーキーってできたんですよ。ということでね、みんなマグロジャーキー買ってください。ちょっとね、今回小笠原の遠征費高すぎて今ねやばい、本当にお金がない。人生で一番お金ないかもな。いやー湧いてきましたね。私のカトン豪華滅却のせいでめちゃくちゃグツグツしてますよ。ちなみにソミュール液として購入してたんで、この自分でソミュール液作るの初めてです。どんぐらい煮込めばいいんだろう。いい感じの味にはなってんだけどな。はい、ではソミュール液が完成しましたんで、こっちのタッパーに入れて冷蔵庫に入れておきます。よいしょっと。はい、というわけでようやく笛台がさばける。嬉しいね、笛台さばけるって。島から帰ってきた瞬間に他の3匹はもう鱗落として内臓も落として頭も落としてるんですけどね、さばくの4匹目なんですけど、いやそれでもやっぱりテンション上がりますからね。ではね、笛台をねさばいていきましょう。さてまずは鱗取りをしていきましょう。もう笛台なんてね、市場価格スーパーとか、スーパーには売ってないけど魚屋とかで買おうとすればもうキロ6000円安くて、時期とかだったらもう1万2000円とか言ってもおかしくないぐらい。これ4キロの個体なんで、もしめちゃめちゃコンディションのいい個体だったら4万8000円、とんでもない魚ですよ。魚興味ないけど見てくれてる人もねいっぱいいると思うんですけども、これで4万8000円とかを買える人間が世の中いるんだよね。不思議だよな。反対側や。反対側の方が綺麗ですね。朝8時から夕方6時まで水ラーメンとのサバイバルを編集して、今これきつい。
命を取った魚は食べる必要がある。だから俺はちゃんとしっかりさばいて、そして最高の状態にした上で友達たちに食べさす。なんかもうあまりにも魚取れたんで25人じゃなくて今40人呼んでます。25人じゃ食べきれなそうだわっつって。さてお腹中身ですね。この奥の白い部分、これがですね浮き袋ですね。ちょっとね傷つけてしまったみたい。膨らんではないんですけど、さっきのこのパンパンな感じ、なんでお腹パンパンになってるんだろうっていうのはこの浮き袋が正体ですね。でこの浮き袋にねよく見たらオレンジ色のものがついてるんですよ。ほら、このオレンジ色のものが内臓脂肪です。で小笠原はね多分ね6月7月ぐらいが産卵期なんで、産卵とか放生が終わった後であんまり栄養分がない可能性が高いんですね。なのでいわゆる内臓脂肪っていうものはほとんどついてないですね。でもし宝くじが当たったらもう嘘やと思って笛鯛買ってみてください。この笛鯛のオレンジ色の油、これね和牛の味がするんですよ。だから人生で1回は笛鯛を炭火焼きで食べてほしい。マジでうまいから。はい、それではここから頭を落としていきます。なるべく身を体に残して切っていきます。うわ、身めっちゃ綺麗やんか。そしたら反対側、はい、そしたら切っていきましょう。血合い骨はね包丁でいけるんでザクッと切っちゃいましょう。でここにもですね骨が入ってますんで、このぐらいのサイズだったらスパンと落とせるはず。やってみます。無理な場合はパワーアップレイで落としましょう。最後はですねちょっとこれ浮き袋が邪魔なんですけども、浮き袋を外して、でここ段々になってるのが分かるかな。この段々のところに包丁をズバッと入れると関節で外れますと。ここがねついた場所なんですけど、やっぱりねついた場所は3日ぐらい経つともうね腐っちゃうんですよね。はい、そうしましたら浮き袋を外しますと、ここ血合いのところに傷を入れます。なんか硬いな。あ、ここも浮き袋だったのか。笛鯛なんてねめったに食えませんからね。でこんなもんかな。血合いをですね落としていきます。では落としていきましょう。オラ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 オ
らほら。よし、これで完璧。はい、では3枚におろしていきましょう。結構水っぽいな。水っぽいです。よいしょ。いけました。じゃあ反対側もいきましょう。俺もね、綺麗にね、スーってさばきたいところなんだが、なかなかね、上達しないよね。よいしょっと。ガチャガチャと切っていきましょう。よいしょ。なんか痩せてるからか、アジア胡椒ダイみたいな密室してますね。なんかちょっとピンクっぽい。身のここら辺とかピンクっぽいし、油もね、ちょっと乗ってなさそうですね。硬いですね。では反対側も行きましょう。ちょっと笛台ちょっと骨硬っ。なんかなんでこんな硬いの。よいしょ。硬すぎでしょ。昨日笛台の頭は割れたんだけどな。骨硬すぎる。そしたら血合い骨を取っていきましょう。
OK。はい、そしたらこっからはですね、皮を剥いでソミュール液につけていくんですけども、お、皮結構硬いのにミスっちゃったな。悔しい。あ、うまくいってる。ミスったな。冬台の皮引きってこんなに難しいの？あ、オッケー、慣れた。いい感じ。まあ、笛台ね、別に皮もね、食べてもいいんですけど、笛台の皮って結構硬くて、全然噛み切れないんですよね。なんで、あんまり皮使ってる人は聞いたことないかな。硬すぎ。皮引くのむずすぎ。はい、オッケー。完璧。じゃあね、この皮引き失敗したところちょっとね、味見してみる。まあ、ソミュール液をですね、パーティーやるって言ってたじゃないですか。パーティーに持っていきます。そこで実際実食してみるって感じですね。はい。YouTube 映りたい人いんのかな？インフルエンサーの人とか格闘家の人が結構来るんですけど。ちょっとね、これどんな味がするんやろうな。腐りかけの魚が一番うまいとか言うけどさ、9月15日に魚取って、今日9月21日です。16、17、18、19、20、21。ただいま、熟成期間6日でございます。ちょっと食べてみよう。美味しいのかな？ちょっと魚の香りはするよね。いただきます。やばい、爆うますぎる。超美味しいんだけど。これ油ゼロなんだけどさ、魚の旨味ってイノシン酸がメインで、イノシン酸自体は2日目とか3日目ぐらいでだんだんイノシン酸減ってくるんだけど、これはね、笛台の筋肉、タンパク質がどんどん分解されるとアミノ酸っていう物質になるんですけど、アミノ酸が旨味の元なんですよ。だからいろんな旨味がもうすっごい繊細に絡み合って、かつ俺がしっかり冷やしたから臭み成分とか一切ない。これやばすぎ。激うまです。はい。醤油なしでいける。まっ。じゃあソミュール液つけていきますか。いやー、ソミュール液作ってみたんですけど、ちょっと少なすぎたね。このサイズだったら 1.5 キロぐらいね、あった方が良さそうですね。笛台がね、4キロですから、半分ぐらいは入るんじゃないかな。美味しそうですね。いや、うまそうすぎないこれ。最高の密室してる。で、ここも半分に切っちゃおうか。うわー、ちょっと一口食べちゃおう。では入れていきましょう。どんぐらい入るんやろうな。こんなもんか。もうちょい切れ端とか。いや、でもちょっとね、動画外であと1リッター作りますわ。ちょっと少ないね。ちょっとどころじゃないわ。少ない。動画外で1リッター作って、明日のパーティーに持って行って、動画に出演したい人と一緒に食べようと思います。はい、というわけでですね、笛台の生ハム1日経ってね、できましたということで、めちゃくちゃね、今人集まって20人ぐらいかな。まだまだ来るんですけど、パーティーをしているんですけども、YouTube 出てくださる方2名いらっしゃいましたということで、自己紹介お願いします。レイラです。アンズです。パシャパシャ坂口カメラです。TikToker 兼コスプレイヤーをやられたりしてる方ですね。で、今日はもうね、忖度なしで生ハム味見してみてください。生ハム？どういうこと？お魚でさ、ハム生なんだ。ハムじゃないですよ。生ハムなんだって。魚で生ハムができて、正直さばくのが大変すぎて、もう90キロ分ぐらいの魚を全部さばいた後にこの動画を撮ってるから、料理するのめんどくせえ生ハムにしようと思ったのがきっかけで生ハム作って。めんどくささなんだ。セロリとか大丈夫？わかんない。早すぎですね、セロリ。セロリの生ハムも食べる？ちょっと食べたい。ちょっと食べたいんや。私嫌いなんですよ。結構家で食卓セロリ出てきました。セロリを味噌につけて食べるみたいな。山奥に住んでたもんね。そう、セロリも育ててました。すごい。だって鶏100匹ぐらい飼ってたんでしょ？そうですね、そう考えると、ある意味、マサルさんの真逆なのかもしれない。山と海。魚の生ハムって結構美味しくて、あ、そうなんだ。本当に初めて。なんかマグロの生ハムとかも結構作ってたんだけど、めちゃめちゃ美味しいよ。これが美味しいかは分かんないけどね。じゃあ結構味濃いんですか、生ハムって。こんな味濃くない。ちょっと塩味があって、お酒のあてになるみたいな。なるほど。今のところ刺身にしか見えない。ね。
なんでセロリだけいるの？あ、食べるからか。マカセロリ。マカセロリ？いびっくりした、私も。や、びっくりした。はい、ということで3つ、とりあえず切りました。完成しました。じゃあ食べていきましょう。はい。味ついてるからそのまま食べてみて。ここは初対面だから、はじめまして。なんかいきなり来てくれてありがとうございます。じゃあ、いただきます。いただきまーす。あ、めっちゃ美味しい。しっかり生ハムじゃない？うん、生ハムだ。おいしい。生ハムこうやってできるんだ。一緒に喋らないで。クレイジースペッごめん、調味料多すぎて説明できない。セロリ食べるアンジさん。それ食べれるもんなんだ。大丈夫かな、こんな底辺 YouTuber 急に出て。なんか宣伝しとく？そうですね。レイラです。コスプレいっぱいやってるので、投稿ぜひ見に来てください。浜名アンジです。投稿見てください。はははは。いや。でも、野原のコスプレえぐいよな。本物っていうぐらいの現実世界にアニメのキャラを再現する人。マジでレベル高い。これやってください。いけますか、一緒に。やしたらやろう。でもやっぱり魚って、生で食べるだけだと、やっぱり旨味成分が、そのまんまだから、あんまり味がね、濃くないんですけど、こうやってね、塩で、しっかりね、凝縮することによって、そうなんだ。ということでですね、待って。そろそろ時間なので、なんで仕切ってんの？アカウントで、3人でやってるので、ぜひ、YouTube 見てくれたらめっちゃ嬉しいです。じゃあ皆さんね、2人のね、インスタ、TikTok、X もね、概要欄に全部は貼り切れないけど、ぜひね、見てください。はい。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。はい。それでは、見てください。坂口カメラです。皆さん、よろしくお願いします。めっちゃ宣伝するやん。はい。明日も元気に生きような。バイバーイ。